本当にそういう人に頭痛い。はあ、めんどくさ。顔だしまあ出すかな。これやばいよ。世に放たれるってやばいだろ。さっきめっちゃ泣いた。1ヶ月に何回泣きよんのマジで。別にさ、自分だけが一番辛いとか思ってねえしさ。ただ一つの参考材料としてさ、感受性が強いですって言うだけなのにさ、伝わらん人には本当に伝わらんしな。なんで分かってくれんのとかさ、なんで分かってもらえんのとか、そういうことは別に思ってないんやん。こっちだって分かってほしいとかそういうんじゃなくて。いや、めっちゃデリカシーないこと言われて、いっぱいもう畳みかけるように私が標的になっちゃってさ、言われて、もうそんなん辛いやん。辛いっていうかもうさ、冗談と思ってるんやろうけど、こっちからしたらもうただただ辛いだけなんよ。もう苦しくて、でももうこらえてたけど、めっちゃもう溢れ出て、もう本人の目の前で泣いてたんやけど、でもそんなんしたら、その人もさ、おじさんなんやけど、そのおじさんもさ、なんかこの子のこと泣かしてしまったんかなと思って、なんか逆になんか私がそのおじさんを傷つけちゃうかなと思ったけんさ、辛いやん、そんな誰かを泣かせるっていうこと自体が。だからなんかそれはなんか気にせんでもらえたらみたいな。私が結構感受性が強くて、なんか私が人よりなんか感受性が強すぎるだけだからみたいな感じで伝えようかなと思って、なんか明るい性格だけど、意外とこういう繊細なところが、こういうっていうか意外と繊細なところがあったりしますみたいな感じで、そういうのを分かってもらえるだけでやっぱ違うやん。だからなんかそういう風な人間ですみたいな情報がちょっとでも相手に伝わればなと思って言ったら、何言ってるんやろみたいな顔されて、なんならなんかなんで今その話するんみたいな。自分のターン使って飲み会の席でさ、なんでわざわざそれ言うんやろみたいな顔されて、全然理解されんくって、でなんならしまいにはなんか、自分はなんか人前で泣いたことないぜみたいなことを言い出して、終わったと思って、もうじゃあもうじゃあっていうかもう伝わりませんねと思って、もう私の素の状態で、素のゆいっていう人間でおるのはもうちょっともう無理やなと思って、もう傷つくだけやん。もう自分を守るためにこの人の前で素を出すのはやめようって思ったっていう話。相手が傷つくようなことをわざわざ言わんでよくねって思うわけ。冗談だったら何言ってもいいみたいなさ感じで言ったりとかさ、人にね、冗談通じんでみたいな言ってくる人おるやんか。それは愛のある冗談ですかって感じ。まずね、その冗談に愛はありますか。なんかわざわざ故意的に意地悪するっていう概念がそもそもないわけ。こっちがなんか笑ってるからってさ、笑ってさ、明るくてさ、場を和ませようってさ、なんか笑顔だからさ、こいつには何言ってもいいみたいなさ、デリカシーがない人っておるやんか。いや、それ言うの違うくねみたいな。それ言わんでよって、傷つくしみたいな思うやんか。
なんか本音を話すと涙が出るとかさ言うけどさ、本当にそれで普通にさ、じゃあなんかさ、なんかあんま言わん方がいいかなと思うけど、まあ、でも具体的なこと言わんと面白くないけど言うけど、動画が面白い方がいいしな。仕事とか関係ねえしな、普通に。いろいろ言われすぎて何言われたか覚えてねえや。でも今振り返れば大したことないよ、言われたことって。わかる。こうだって冗談とかさ、なんかなんやろうな、ちょっとなんか意地悪言ったみたいな感じなんやろうけど、こっちからしたら傷つくんやけどな。考えすぎよとか一番嫌いな言葉。それ考えすぎないよって言われるの、お前には分からんやろうなって思っちゃう。はい、ということでちょっと補足させてもらうと、今みたいに若干過激に聞こえるような言葉、強い言葉っていうのを使ったりすることがあるんだけど、これが結構典型的な HSS 型 HSP の特徴がよく現れてるんじゃないかなって今思って、でこれっていうのはまあ結構強気で強い人だっていうふうに、思われるんだけど、繊細な気質を持ってるから繊細なところを無限に扱われるように感じてしまうのね。なんか相手は本当にそういうふうに言ってくれてない、そういうふうな思いじゃないっていうのは分かってるんだけど、やっぱりこう無限に扱われてるってやっぱ感じちゃって、自己防衛でこうなんか強気で発言したりとかすることがあるんだけど、これっていうのは、その同じようになんかそれ考えすぎだよって言われてすごく傷つくっていう子がいると思うので、そういう子をもう本気で守りたいみたいな、そういう情熱的なところがあって、自分はその子を守りたいし、その守ることで自分も救われるし、自分も守りたいみたいな、そういう思いから結構強気でこう強い言葉でこう反論というかするっていうのがよくあって、これがよくある、なんか繊細なところと外交的なこう刺激を求めるところが共存してて、これっていうのは本当に矛盾じゃん。でその矛盾になんか苦しんでいるっていうのが、この HSS 型 HSP っていう、部類っていうか、特徴なんだけど、でこれやばいのが、これ HSS 型 HSP の人同士でもわかんないの。この人が HS が、私はそうなんだけど、相手を例えば見てて、相手も同じ SS 型 HSP の人だったとしても、言われないとわかんなかったりするの。だからこれ本当になんかこういうものがあるんだなっていうのを認識してるかしてないかって結構大事かなって自分自身でも思うし、結局どういう人でも向き合うことを諦めないっていうか、向き合おうとするっていうのは人間関係結構大事かな。辛いこともあるけど大事かなって思ったりする。向き合わない方がいい人もいるけどね。そうやって言ったらさ、嫌われるの分かっとんけどさ、あんま言えんけど、本当に真正面からぶつかれるんであれば、そうやって思うな。からわけねえやろっつって、そういうなんか思ってもないような冷静になればね、言わなかっただろうなっていうことも思っちゃうよね。思うよ。疲れたな今日。なんかマスクして動画撮ってきたけど、なんかめっちゃ泣くのに鼻かめんしなと思ってさマスクつけてる場合じゃないかったんやけど、タイミングかなと思って、これも自分の顔に自信が持てるまでは顔出しするつもりなかったんやけど、Good. 仕方ねえかと思って。なんかさ、例えば人に傷つけられたようなられるようなこと言われてさ、それを言うのってめっちゃストレスやん。そういうの傷つくんでやめてくださいとかさ、それ傷つきますとか、ごめんね気をつけるねってもし仮に言ったら、その言葉がなんか言わせてしまったって思うの。なんかこの人にそういう風に思わせちゃったみたいな。だってさ、それがその人の個性っていうか、その人の素で、例えば冗談デリカシーのないことだったり、これは冗談だよって面白おかしくさ、その人は言う性格なわけで、
それがその人の個性であって、その個性をなんか自分が嫌だっていうその理由で言うのってさ、その人の個性を潰すことになるんであれば、自分にされたこと、されて嫌だったことを相手にこうしてるのと同じやんって思ったら、なんかそれが申し訳ないっていうか、そう思ったらなんかすごいストレスで言えんくて。でもそういう人って言わんとわからん。でも言ってもわからない人もいるからね。こういうのが傷つくって言ったってさ、そもそもその言葉で傷つくっていうそのなんか概念、そもそもその気持ちがないからさ、そういう人はどんどん発言しにくい社会、社会は言い過ぎかもしれないけど、そういう環境が広がってて、自分が作り出してるだけなのかもしれないけどね。すっごい、逃げたい。でも逃げるとこもない。どうするかね。一旦会社の飲み会は行きたくない。仮病を使いたい。でも嘘つくの苦手やけんバレるよね。今日もさ、なんか来月結構な人数集まって会社でなんか懇親会、飲み会なんかそういうのするらしくって、なんかそれ声かけてもらって来ますかみたいに言われてさ、行きたくないなって思って、でも予定あるかもですねって言ったら、なんかそんないきなり予定ってできるんだって言われてさ、私そういうそのなんかあんま断るタイプじゃないから、もうやめとこうと思って断ったらさ、なんかそんなん言われてさ、別によくね。なんか飲み会なんてさ、行きたい人が行くもんやんか。なんかその飲み会根源、こいつ来んのやっていうさ、その風潮もういいやん。もういいやん。何がダメなん。この前読んだ本、一緒に本を読もうっていう動画で読み寄った本がエッセンシャル思考っていう本なんやけど、それなんよ。まさにそのエッセンシャル思考っていうのは必要最低限のものだけを選択する思考を身につけるみたいな、簡単に言ったらそういう本で、会社の飲み会行きたくないなら行くなみたいなことを書いてた気がするんやけど、その飲み会っていう例かは分からんけど、いやほんとそれな。会社の飲み会より自分の人生の方が大事。自分のこれやるぞって決めたことが大事やから、会社の飲み会なんて別に行きたきゃ行けばいいけど、別に行きたくないんだったらその日本当に自分がやりたかったことをやるべきだと思う。自分はね。それでさ、会社の飲み会行かなかったからってさ、みたいな、会社でさ、社内でさ、みたいなさ雰囲気になるんであれば、マジで意味わからんなと思うし、本当に行きたい飲み会だったら人集まるし、最近はどうなんだろうね。そういう断れる人も増えてきてるのかわかんないけど、私は何が何でも今度の飲み会はマジで断ろうと思ってる。でも人に流されやすいからちょっとっていうか、なんて言うんだろうな、嘘つけんから、なんか嘘ついてるのがバレたら行くしかねえやんってなっちゃうよね。じゃあ会社の飲み会行くより編集した方が一番有意義方がもう最高。そう、とんでもない楽しい。なんかさ、思うんやけど、最近の子はとかさ、最近の若い子はとか言ったりするやん。なんでさ、年配の人はさ、ご年配の方はさ、一部だけどね、もちろんだよ、もちろん一部のその一定数の人の話なんだけど、若い子はこうだよねとか言ってくるけど、若い子はこうだし、あなた方もこうですよっていう。じゃあそりゃそうじゃん。だって生きてきた時代だって環境だってみんな違うんやから、違って当たり前やん。何をそんな今更さ。だからさ、お互いがお互いを分かり合おうとするその努力というか思いやり、なんでそんななんか嫌なこと言うんってだからこの環境は変わらないと思うし、相手が変わらんのやったら自分が変わるしかないから、いつやめ、本当に大好きな人だけに、本当にお世話になった人とかに、自分だって愛をもらえた分というか何倍にもして返したいなって、返す貸し借りじゃないんだけど、自分のさ人生でそんな嫌な人にさ気使ってばっかりのさ人生って嫌やもん。もういいもう飽きた普通にもうなんかもう飽きました。いっぱいおるもん。会った時にさ声かけ
かいきなりさ声かけたりさしたらさ、なんかご飯作ってくれたりさ、なんかさ優しい言葉かけてくれたりさ、そんな当たり前じゃないもん。ありがたいに尽きるというか、当たり前じゃないと思うから、本当にそういう人にてか周りのみんなをひっくるめて幸せを独り占めするみたいな最低。まあ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 、でもまあいいやん、別によくないか。ちょっとここカットで。優しいお姉さんお姉ちゃん友達もいっぱいおるし、まあ、数は少ないかもしれないけど、私が大好きなお姉ちゃん友達、ママ友達、ママさん友達いっぱいおるんやんか。いっぱいおるんよ、本当に。だってさ、なんかさ辛いことがあったらさ、ご飯食べにおいでって言ってくれるんで、やばいやろ、普通に優しすぎやろ、やばすぎて優しすぎる本当に。でもさ、これはなんかみんなに伝えたいことは、なんかなんていう泣き虫やけど、なんかなんやろな、本当に泣き虫って感じ。人よりこう泣き虫って感じ、感受性が強すぎて泣き虫って感じだけどさ、こういう人をさ聞いてくれる、本当に。人よりこう感受性がもうどぎつくて泣いてしまうこと、泣くっていうか、なんか溢れるんよ普通に。もうなんかもうプルプルプルピーって感じ本当にまあそんな感じになることが多いんやけど、人前でも泣くし家でも泣くし、どこでも泣ける。ありがとう。本当に、どこでも泣きますあ、私どこでも泣けるんです。誰も受け取ってくれんこんな人。なんかそれでさ、めんどくさとか言ってくる人もまあおるやん、やっぱそういう人な。ふざっはって言えばいいやん普通に。なんかさ、お前めんどくせえとか言われたらさ、例えば言われたとしたら、何それ悲しいってなってめっちゃ泣くんや。その時もう意味わからん普通に。なんか言えんだよなそういう時。なんか諦めてしまう。こういう風に思われるんや、はーいってなる。で泣いちゃう。だから分かり合えん人は一生分かり合えんというのはもちろん分かるよ。けどさ、分かり合えんっていうことを顕著に出さんでよくないって話。なんでそんなあなたとは分かり合えないですっていう顔をしてさ、それを口に出してきた人もおるのでもその人のことを傷つけたいわけじゃないからさ、あんま言えないんでね。なんマジで。前は言えよったんやけどな。ほんと高校の生の時は一番言えたかも。もうあれはもうバイトのみんなのおかげ。みんな保護者団体、もうみんな私を守ってくるみんながいっぱいいたの。ありがとうおスシロー言っていいんかな、スシローありがとうって意味だ今和訳すると。意訳か、ごめんなさいスシローって英語じゃねえし。もう大好き。スシローの時のみんなも大好き。もう先輩とかみんな優しかったし、もうシルさんたちもみんな優しかったし、本当にみんな本当に黒田さん元気かな。ここも全部カットや。やばいいい加減にしてほしい。普通に傷つけないでっていうこと。この瞳が物語ってますよ。瞳って嘘つかんから。多分今脱水なのもあるし、もう頭も痛いし、腰じゃないな、背中が痛い。この辺の筋肉も痛いし、なんか知らんけど、でも自分の素を前よりもちょっと出せた気がして、ちょっとだけ嬉しい。頑張りたいと思います。みんなおやすみなさい。ちょっと声でかかった。2時7分でした。明日仕事。おやすみなさい。バイバイ。じゃあね。いつも泣いてます。めっちゃ泣き虫やからな